はいどうも、直樹です。前回までは ACPR のシステムを紹介してきましたが、今回からは魅力的なキャラクターたちを順々に紹介していきたいと思います。今回ご紹介するキャラクターはアバになります。ちょっとだけプロフィールをピックアップして紹介していきます。詳細については右枠に書いておきます。身長174センチ、体重34キロ。すごいガリガリですよね。趣味、恨み手帳をつける。嫌いなもの、恋敵と思わしきもの。つまりヤンデレってことですよね。アバは一方的に夫と思っている鍵の形をしたパラケルスに肉体を与えるために旅をしています。パラケルス自体は逃げ出そうとしているみたいですが、キャラクター設定についてはこんな感じです。はい、それでは格ゲーにおいてのアバについてですが、アバ独自のシステムは3種類のモードと輸血パックになります。アバは通常モード、モロハモード、極モロハモードの3種類のモードを輸血パックを使用したりして切り替えながら戦っていきます。モードフローについては画像のような流れになっています。通常モードからモロハモードになるには輸血パックを使用する、または結合という技を当てると移行できます。モロハモードから極モロハモードになるには、輸血パックとゲージを50%消費すると移行できます。極モロハモードからモロハモードに戻ることはできず、通常モードへ戻ってしまいます。通常モードから極モロハモードになることはできず、モロハモードを経由する必要があります。通常モードに戻るには3種類あって、1つ目が時間切れ、2つ目が結合という技を当てる、3つ目が輸血パックを消費するとなっています。通常モードは正直かなり弱いです。ダッシュを入力するとステップになるのですが、そのステップと空中ダッシュの移動距離がかなり短いです。そして遅いです。攻撃のリーチも短いので、このモードのアバは全キャラ中最弱と言っても過言ではないのかなと思います。通常モードでいてもいいことはほとんどないので、手早くモロハモードに移行することを第一目標に考えるといいと思います。次はモロハモードですが、これはかなり強いです。通常モードとは違ってダッシュができるようになって、空中ダッシュを含めて全体的に移動性能がかなり向上します。また攻撃面に関しても技の性能がかなり上がっていて、相手を暴力で押しつぶせると言っても過言ではないくらいです。ただデメリットがありまして、攻撃すると体力が減っていくというデメリットと、あと時間制限というデメリットが2つあります。極モロハモードはもうぶっ壊れです。おそらく攻撃面は全キャラ中トップぐらいに強いです。技が全部強化されているのはもちろん空中ダッシュも2回できるようになっています。ただし極モロハモードもモロハモード同様、攻撃すると体力が減っていくのと時間制限があります。体は華奢なのにプレイスタイルはゴリゴリの強戦士バーサーカーです。ヤンデレが起こったらこんな感じなんですかね。アバのカラー一覧はこちらになります。自分の好きなカラーを見つけましょう。そしたらさらにキャラクターに愛着が湧くはずです。セット2から4の D ボタンがゲーセンオリジナルカラーなはずなので、ゲーセンで確かめてみましょう。今回はここまでになります。次回は開発者が失敗作と発言している悲しいキャラクターアンジになります。それではバイバイ。はい、動画の方は以上になります。ACPR のフリープレイが毎月最終日曜の19時から、新宿スポーツランド本館で開催しています。初心者の方でも手取り足取り教えますので、少しでも興味があればお気軽にご参加ください。疑問等がありましたら、私の Twitter に質問箱や DM で、投げてください。それではよろしくお願いします。